この動画はアブネットの提供でお送りします。こんにちは。今日は Arduino Nano R4 をレビューします。多分皆さんもですね、なんで今更 Nano R4 なんてレビューするんだって思うかもしれないんですけども、実は Nano R4 ですね、結構ひっそりと発売されていて、私も最近までこれが出ているっていうこと自体知らなかったんですね。まず Nano R4 について時系列を追って説明していきます。2023年6月に Arduino Uno R4 Minima が発売されて、その後すぐに Uno R4 Wi-Fi が発売されました。R4 についてはマイコンの部分がルネサスマイコンに変わって性能がかなり上がったと発売当時かなり話題になっていました。なんですけども当時はこの Uno の形状のフォームファクターのみの発売となっていて Nano の発売はありませんでした。なので R4 については Nano のフォームファクターでの発売はなくてブレッドボードに直接挿して使いたいみたいなことはできない状態でした。それから2年経過して2025年の7月に Arduino Nano R4 が発売されました。私も Nano R4 が発売されたことを最近まで完全に見逃していて、たまたま R4 が出ているというのをですね、知りまして早速購入してみた、そんな経緯があります。しかも性能的な違いやできることの違いについては R4 Minima とほとんど同じですので、小型化を希望していたユーザーにとっては朗報ではないでしょうか。ということで今日は従来の Arduino Nano と Nano R4 の違いや性能差を使いながらレビューしていきます。その前に今日のスポンサーからセミナーのお知らせです。どうぞ。組み込み開発をしている方、使ってきたマイコンもう作れません。そう言われたらどうしますか？ルネサスの SH や H8 シリーズなど長年使われてきたマイコンが次々と EOL を迎えています。基板を一から作り直すのは現実的じゃない。でも代替品もない。そこでソフト資産はそのままでハードだけ FPGA に置き換えるという選択肢があります。実際どうやるのかっていうのをこのセミナーで聞いてみてください。また同じ日の同じ会場で X86 プラットフォームを使った Edge AI で何をどこまでできるのかというセミナーとデモ展示も同時開催します。実際の産業用 PC で画像認識をリアルタイムに動かしています。開催は2026年7月10日金曜日、秋葉原 UDX 参加無料事前登録制です。さらに来場者には抽選で3名様に AMD の最新 SCU35 評価ボードをプレゼント。個人ではなかなか入手しづらい1台です。セミナー席数には限りがありますので、事前登録は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。早速 Nano R4 を見ていきます。基本的には Nano のフォームファクターから変わっていません。ちなみに今左にある方はこれは Arduino Nano の互換機です。600円ぐらいで買えるものですね。純正は結構高いです。価格については後で紹介します。書き込みについては両者ともパソコンに USB でつなげばできますが、Nano では Mini B だったのに対して Nano R4 では USB-C になりました。そもそもミニ B のケーブルなんて持っていないみたいなことも多いので、接続の仕様が USB-C に変わったのは嬉しい仕様変更です。ピンヘッダーや部品の実装の仕様についても変わっています。ナノは通常のスルーホールの仕様となっていて、裏面にも部品が実装されています。一方で Nano R4 は単面スルーホールの仕様になっていて、そして裏面には部品は一切実装されていません。ですのでこのボードごと他のプリント基板に表面実装できるようになっています。自作キーボードとかですとラズパイピコシリーズのマイコンボードをそのままキーボードの基板に表面実装していることがありますが、それと同じことが Nano R4 でもできるようになっています。Nano R4 の基板を使って量産するみたいなことはあまりないとは思いますが、小ロットの量産であったりマザーボードにそのまま表面実装できるようになっているのは良いですね。使っているマイコンは Nano が ATmega328P という8ビットマイコンです。動作周波数は 16MHz、フラッシュ容量が 32KB、RAM 容量が 2KB です。Arduino を使った人はこの RAM 容量の少なさに苦しめられた人が多いのではないかと思います。特に大きなライブラリーや配列、バッファーを扱おうとすると RAM 容量が足りなくなって、何とかして容量を削減しようと辛い思いをしたこともありました。Nano R4 の方はどうかというと、Uno R4 などと同じく、ルネサスの RA4M1 ARM Cortex の32ビットマイコンが搭載されています。通常の Nano と比べると、マイコン自体の性能が桁違いに上がっています。
不動小数点ユニットの FPU や DSP が内蔵されているので計算が早いですし、メモリーもフラッシュが 256KB、RAM が 32KB となっていて、計算時間や RAM 容量を気にしながらプログラミングする必要もなくなりました。こちらのナノという極小サイズの中にそこそこ性能の高いマイコンが入っているので、組み込みに使うときには相当心強くなります。このように全体的にナノ R4 はナノの上位互換となっているので、今からナノを購入するのであればナノ R4 を選んだ方が良いかなとは思います。あとは価格ですね。本家のナノは秋月価格ですが4200円します。ナノ R4 は2860円なので、なぜか新しい機種の方が安いです。互換品のナノは Amazon で1個600円くらいで安く売ってることが多いので、そのあたりのコスト感覚と性能差でどちらを選ぶかということになります。ちなみに R4 シリーズの互換機については、ミニマの互換機というのはあるっちゃあるけど、の R3 の時ほど多くはないです。またナノ R4 については互換機はほぼ存在しません。詳しいことはよくわからないので推測にはなるんですけども、多分ルネサスがよくわからない業者にはマイコン自体を下ろしていないんでしょうね。そんな感じがします。ですので使い分けについては、ナノを使う場合はディスプレイを使わない、プログラムの中で AD 変換をする回数が少ない、かつ計算量もそこまでは多くないみたいな場合にはナノで十分かと思います。一方でナノ R4 を使うのはどういう場面かというと、RAM 容量を多く使うディスプレイを使用したり、AD 変換をプログラム中で何回もしたり、たくさん計算をするなど、そういったケースではナノ R4 かなと思います。今回はメインの機能紹介からは省いていますが、ナノ R4 ではオペアンプが入っていたり、DA コンバーターを使ったアナログ出力、CAN 通信ができるようになったというのも従来のナノとは違っている点です。ただ全てが全て上位互換ではなくて、唯一注意する点はIO ピンの電流がナノ R4 では 8mA となっています。これまでは 20mA だったので、リレーや LED を直結する場合は電流が足りなくなるかもしれないので要注意ですね。ナノ R4 の場合ですと、外部のバッファー回路やドライバーを使わなければならない、そんな場面が出てくることもあるかと思います。ここからはマイコンボードの性能差がよくわかるデモをやってみます。具体的に何をするのかというと、FFT を実行してその結果をディスプレイに表示するということをやります。AD 変換の速さや RAM 容量、計算速度の速さなどの性能差が明確にわかるテストです。こんな感じです。上がナノ、下がナノ R4 です。信号源の入力がこちらにあって両方のマイコンに入っています。その信号を AD 変換して内部で FFT の計算をして、そしてその結果をディスプレイに表示するということをしています。では実際に信号を入力してみます。はい。こんな感じです。周波数を変えてみるとこんな感じです。一応両方ともしっかりと FFT はできていますが、実は内部での計算量はナノとナノ R4 では大きく違っています。まずですね、表示から違っています。2つともほとんど同じプログラムを使っていますが、使うマイコンボードに合わせて FFT に使うサンプル数を変えています。ナノの方は32サンプルで、ナノ R4 は256サンプルです。ナノの方がサンプル数が少ないのは、主に RAM 容量の少なさとサンプリングの遅さが原因です。2KB の RAM 上に32サンプル以上のデータを載せるのが難しい状況です。これ以上 FFT の計算に使うサンプル数を多くすると RAM の容量をオーバーしてしまい、そもそも動作できなくなってしまいます。こちらの画面に表示されているように32サンプルでも最大2048バイトの RAM のうちグローバル変数が639バイト使っていて、残り1409バイト使えると書いてあります。まだ余裕があるようには見えますね。なんですけども、こちらの OLED のフレームバッファで 1KB 近く使うので、結構 RAM の容量はギリギリだったりします。サンプル数を64に増やしてもコンパイルも通って書き込みもできますが、マイコンの電源を入れても動作はしません。一方でナノ R4 のサンプル数は256としていて、ナノの8倍のサンプル数としていますが、RAM の容量はまだまだ余裕があります。そして FFT のサンプル数が FFT の結果にも影響を与えています。ナノの方はサンプル数が32なので、周波数の分解能も荒いです。このように表示できるバーの数が少なくなっていますよね。
一方で R4 の方は256サンプルですので FFT の結果である周波数の分解能も高くなっています。実際入力する信号の周波数を変えてみるとこのぐらいの差が出ることがわかります。このように周波数の分解能は全く違っています。このように RAM の容量の違いで作れるプログラムの大小を思い知らされます。またマイコン自体の計算速度や AD 変換の速度も効いてきます。ナノの方は AD 変換の速度は遅いですし、内部での計算もそこまで速いわけではないので、サンプリング周波数は 8kHz が限界です。ですので FFT できる信号の周波数の上限は 4kHz となります。ナノ R4 の方は計算速度やサンプリングが結構速めなので、サンプリング周波数は 40kHz くらいまではいけます。過聴域の 20kHz までは全然 FFT できてしまうんですね。5倍くらい性能がいいです。ただここで使っている AD 変換は Arduino IDE で使えるアナログリードを使った場合です。このアナログリードって結構遅いんですよね。R4 に載っているマイコンをルネサスのマイコンとして使うようにレジスタを直接いじるようなコードにするとサンプリング周波数は 100kHz くらいまで高くできます。ナノとナノ R4 のマイコン自体の性能差を見せつけられていますね。というわけで今日は Arduino Nano R4 をレビューしてきました。R3 世代のナノと比べると大幅に性能向上をしていて、ナノのフォームファクターを使いたいけれど性能不足で他のマイコンを使うしかなかった。そんな場合にはナノ R4 は救世主的な存在になるかと思います。一方でラズベリーパイピコ2やシードスタジオのシャオなど安くて高性能なマイコンは多数出てきています。こういった中であえてナノシリーズを選ぶのか、それとも他のマイコンに置き換えてコストダウンと性能アップ、それが両立できるのかはよく考えてから選んだ方が良さそうです。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録お願いします。何か気になることがありましたらぜひコメントも残してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。